ご覧の提供でお届けします。はいさーい。さあ今回も読谷だったんですけれども、読谷後半です。今回はエーサーと読谷エーサー祭り、盛り上がってましたね。盛り上がってましたね。地元の方がね本当にたくさんいらっしゃってて、もういらっしゃいましたし、本当にね3年ぶりの開催、もうずっとこういうイベントができなかったんですけれども、今回やはりそのもう地元の皆さんと結構遠くから来られてた方もいたんですけれども、そっか、情報をね駆けつけた方が、はい、皆さんのその見てる声とかが聞こえてきて、エーサー祭りみたいな感じが僕も実際司会をやりながら初めてしっかり見る感じだったので、すごくやはり沖縄の文化、この皆さんが楽しくもうこう各地域の、若い人たちが集まって頑張って練習してご披露する伝統的な踊りをもうすごく間近で見れてすごく良かったんですけれど、なんか青年会によってこの踊りの型って違うじゃないですか、全く、近いんですし、みよかさん、今回ね一緒に司会したみよかさんにもいろいろちょっと聞いたんですけれども、あんまり固くなんかルールが決まってるわけではないらしいんですよ、エーサーって。だって形は決まってたりしてるんですけれども、でその中で割と自由にそのコレグラフィーっていうんですか、その動きだったりとか、例えばねこのすごいオリジナルで唯一って言ってたキックでもう太鼓を叩く、蹴り上げる感じでね、蹴り上げる感じとかもすごくあったし、迫力ありましたよね。連続技だったじゃないですか。あれがすごかった。できないと思います。ちょっと見たいですよね、バンソンさん。多分足が上がる前に僕パターン後ろに倒れてると思います。ね。そしてなんと言っても最後の締め、みんなで踊るカーチャージ。あれは楽しい。どうでした、やってみて。いや、うまく動ける方ではないけれども、でもやはりその上手かどうかじゃなくて、みんなで団結して、みんなで楽しく時間を共有してるっていうところが大事なので、それも沖縄の文化の一つで、それがカーチャージの中で表現されているものなので、そこは参加できたのはもうすごい楽しかったし、みんなにねなんか声かけられたりとか、それもすごい楽しかったね。この幸せをねかき混ぜようっていう意味でのカチャーシですからね。動きなんですね。そう。幸せをかき混ぜよう。みんなの幸せと健康を願ってかき混ぜましょうっていうね。だから結婚式とかでもされたりするんですね。めでたい席には欠かせないですもんね。なるほど、カーチャーシも深いから。でも本当にそのね、こういう若い方々がね、こうやって集まって楽しくみんなの前で披露する沖縄の伝統、沖縄らしいイベントというのはやはりもうとても魅力的ですし、なかなかないもので、海外の方は絶対わからないものだと思いますので、もうねこの番組でぜひ紹介したいなって思って今回ね紹介することに至りました。私もなんかエイサー祭りなんか行けてなかったので、この映像を見てなんかすごい沖縄のこの夏の風物詩が帰ってきたなっていう感じがして、すごい感慨深い思い出もありましたね。でもエイサーといえばやはりかなさんは沖縄市出身なので、沖縄市といえばエイサー会館、会館あります。会館あったり、そこでもエイサーの歴史だったりとかいろいろ展示物だったりとか、またね着付けの体験も確かにできたりとかすると思うので、そういう沖縄市ではそういうエイサーとかってどういう存在ですか？やっぱりエイサー本当身近なものなんですよね。で旧盆のこの5月とかになると皆さん青年会で練習しだすんですけど、その音を聞くっていうのがすごくもうこのちむどんどんしてきて、じゃあ季節的なものにも感じる、春だなとかっていう、この季節が来たんだなっていうものなので、すごいもう旧盆を待ち遠しいというかワクワクするっていうね、先祖ね崇拝供養のためのエイサーでもあるんですけど、すごい楽しみでもありますし、沖縄市って全島エイサー祭りって大きいイベントがあるので、そうなんですよね。大学東京に行ってた頃はその予定に合わせて私帰ってきてたりもしたので、それはお仕事とかでではなく大学生の頃見たいから、見たいからこの日のために沖縄の方々はエイサーに関しては熱いっていうことですね。熱い思いがあります。エイサーパッションを感じてます。でも沖縄本島中を回って各エイサー祭りを見る方もいますからね。本当。いや本当に素敵な経験でした。またねこういう行事とかを今後も紹介してもう行きたいと思いますので、いいですね。エイサーの次は何がいいかちょっといろいろ考えてみます。もうたくさん伝統行事ありますもんね。いや本当に素敵でした。
さあここでですね、動画を見た方からのメッセージが届いてるんですよね。メッセージと言いますかコメント。今回はコメントを紹介させていただきますね。いただきましたよ。こちらは英語ですので、読ませていただきます。ナイトオールさん、夜のフクロウですね。鳥のフクロウ。この方も夜行性ですかね。夜行性かな。前回も夜行性な方もいたんですけど、夜間トラベラーさんが。夜行性が集まりますね。そうですね。Welcome back! お帰りなさいという意味ですね。もう再開の時ですね、10月の。I appreciate you all show us various aspects of Okinawa from different perspectives. 沖縄のあれこれ、いろんな面をいろんな角度から紹介してくれてることを大変感謝しております。嬉しいですみたいな、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you so much. Looking forward to the next episode. 続きも楽しみにしてますっていう感じですね。嬉しい。毎回チェックしてくださってるんですね。はい。ありがとうございます。ナイトオールさん、僕もちなみに夜行性でございます。そうなんです。元はです。元夜行性。最近は多分ね、もう年齢、じじになりつつ、早い、まだじじは早い。ちょっと長く寝れなくなった。若い時は本当に平気で18時間とか連続で寝れたり、一回も起きない。これはすごい。お手洗いも行かないっていう感じのロングスリーパーだったけれども、年を取ってね、ちょっと早くなって。もともと明るくなってから寝るタイプだったんですよ。そうなんですか。日が昇ったら寝る時間みたいな感じの、もう太陽が出れば光だっていう感じではいという感じなんですけど、今回もね素敵なコメントをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。これからも皆さんぜひYouTube コメントでもいいですし、時々紹介させていただくと思いますし、メールの方でもぜひお送りしていただければこちらでも紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。さて岡田さん、1ヶ月にわたって今回は読谷村もう紹介したんですけれども、来月12月はどこ行くんですか？来月はまあ最後の配信は前々回も紹介しましたオフ会の配信になるので、それはねもう年末スペシャルの配信になりますけれども、そのオフ会は皆さんは参加できます。この今やっているクラウドファンディング第2弾のさまざまなグッズ、T シャツ、タオル、もうすっごいかっこいいマグカップもあったり、番組のねデザインだったり CUC さんとレッツゴーヤーのデザインも入ってたりするもののクラウドファンディング第2弾に入ってる中で、このオフ会の参加券のプランも入ってるので、そちらはね11月30日締め切りなので、オフ会の方はそれ以外のプランは12月30日までなんですけれども、オフ会の方は12月9日開催なので11月30日クラファンでは締め切りになりますので、ぜひぜひねこのクラウドファンディングにぜひご参加ください。よろしくお願いします。本当にオフ会ね、皆さん会えるの楽しみにしてます。楽しみにしております。もうとっても素敵な場所でやりますし、プールサイドよ。一流ホテルのプールサイド。すごい。いいですね。そしてもうそれだけじゃなくて、もう特別な公開収録だけではなく、そこにねパフォーマンスも入るんですよ。そうなんだ。バリ舞踊、ミニライブ、グッズの抽選会、そして実は僕の誕生日でもあるので、みんなでお祝いしましょう。ぜひぜひ皆さん来てください。そしてねその前の12月の、ロケ会はまずね次回の12月第1回は超琉球を紹介します。またね特別ゲストがすっごい貴重なゲストが登場しますよ。お楽しみに。お楽しみに。なんか声めっちゃ高くなった。それでは皆さん See you ファルセットで終わった。声高め。